こんにちは、レイです。70年から80年代に憧れたオールドオーディオのメンテとリペアやノスタルジックな音楽とオーディオラックなどの DIY 工作を紹介しています。ターンテーブルが回転し、レコード溝の細い光が魅惑的に揺らぐ盤にカートリッジを下ろし、灯るストロボスコープの美しさに目と心を奪われた夕暮れ時。80年代、あの頃憧れた昭和ノスタルジックデザインの円盤型レコードプレイヤーに憧れ見せられっぱなしだ。かっちょいいターンテーブル、かっけいいストロボ、昭和三昧 100%、何もかもかっこいい昭和レトロ、溝に揺らぎながら追従するアーム、魅惑的に回るレコード、そして直輸入版で初版のかっこいい海外アーティストとジャケットとレビュー版の昭和アーティストとアルバムなど当時の音楽を聴いて昭和三昧を楽しんでいます。スタイラスを交換、オリジナルと若干音質が違ったり、レコプレイやアームで変わったりと弾き方に4つの楽しみ方があり新鮮だ。そんなわけで今回はコンパクトなパッケージに生まれ変わったキャビに2台のレコプレをセッティングします。上段はデノン DP60L を、下段のスライド棚にはデノン DP70M を。付属補のケーブルの長さが足りずアンプピンジャックに届かないので 1.2 メートルから 1.8 メートルに変更して交換。ケーブルはカナレ GS4 RCA ピンプラグはカナレ F0960L は溶接ジョイントし 70M は親入れ電気の自作用フォノ5ピン。ケーブル類をキャビネット裏穴から出してラックの中を通しアンプ背面に持ってきたり、下段のスライド棚 DP70M は引き出した棚から電源ケーブルや RCA プラグに針金を結び背面の穴に通して引き出すので、それはそれで大変ながら2回も同じことをやると結構めんどい。次にターンテーブルの水平を出します。キャビネットしたインシュレーターを回して高さ調整。丸1を基準に丸2から丸4順ごとに回し、都度水準器を当て水平を出す。ここが基準なので最初だけ2以降は動かしたらダメよ。次にキャビネットとターンテーブルに水準器を乗せ水平を確認しながら飲酒を調整します。水準器の気泡が中央になるとこれでほぼ水平が確保されます。次はカードリッジ取り付けのトーンアーム水平と芯圧設定。今回のカードリッジ芯圧は 1.2g から 2.5g と範囲が広い。60L はオートリフトアップなのでリフターを下ろしアームをフリーにして水平バランスを取ります。スタイラスの接触でカンチレバーなど損傷しないよう慎重にシェルフィンを持ち接点を見ながら作業をします。スタイラスがレコード盤に触れる寸前まで追い込みました。芯圧メモリを0にしてカウンターウェイトを 1.75g に設定し一度音楽を聴いてみます。レコードをかける前にハウリングの検査でフォの1の MM をセレクトします。ルームレイアウトチェンジと新キャビで影響がどう出るか。電源を入れターンテーブルは回転させずレコードの外溝に針を落とします。ボリュームを少しずつ上げながらスピーカーに耳を傾けてハウリングらしき共振音を聞いていますか。12時方向でハウリングの発生もなく長いケーブル交換でもノイズなしの無音状態。レコードキャビネットボディを軽く指で叩くとコツコツとした音と壁側から共振音が聞こえます。共振と思えるボワーンとした音と何か硬いものに触れ細かに振動する音です。
その方向をたどると、額縁のアルミフレームにガラスが触れ、ガタついているようです。額上は糸で吊っていて問題がなさそうです。額下が少し壁から浮いていて、フェルトで緩和しました。ハウリングが思わぬところで発生してたが、プレイヤーボディを軽く叩くと強振が消えた。ハニカム構造の棚やキャビボックスの全体強度など、防振強振の効果が確認できました。ハニカム状とは違うが CD トレイも抜いていて、偶然なのか面白い。なんてことなの。上開き戸の内側にジャケットを置くレールを取り付けてビジュアルに演出します。レールは超強力平滑用両面テープで貼り付けます。テープ幅が広いので余分な分はカットします。テープが厚いので数回カット。レールの高さを決めるちょうど良い角材があったので、両面テープの裏紙を剥がし、レールをそっと置き、左右の寸法を均一にして貼り付け、超強力両面テープを貼り付けるので、一度固定するとなかなか取れず大変。ディスプレイレールに置くジャケットを眺めながら座り心地の良い椅子にはスプリングコイルが入っていて、長時間疲れずに音楽を楽しめます。すべての作業が完了し、また一つ住壁屋に新しいオーディオアイテムが増えました。振動で共振するレコードプレイヤーを隔離し、安心して聴くことができます。大好きな昭和デザインデバイス。この動画はオールドオーディオと工作をテーマにしています。チャンネル登録や高評価とコメントで応援していただけると励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。